今日のテーマは初めての薪割りです。こんなラインナップでご紹介していきます。こちら1、2、3、4と。まず最初のテーマです。薪ストーブと焚き火の違いについてをご紹介します。まずですね、調べてみたり、いろんな情報収集する際に薪割りは2つのジャンルで考えてみてください。大きく1つ目がこちらの薪ストーブですね。もう1つがキャンプでの焚き火というふうに分けて考えると、すっきり理解ができます。いろんな薪割りと調べると薪ストーブの内容いっぱい出てくると思うんですけれども、薪ストーブ用の薪というのは直径20センチ以上の薪割って1、2年乾燥させて使うようなものになります。その際は調べていくと両手斧であったりとか薪割り機、あるいはくさびを2つ打ち込んで丸太を割るような写真や内容出てくると思います。これは薪ストーブですね。使う直前に割るというよりも事前に丸太を割って乾燥させるっていうのが薪ストーブの薪割りだと思っていただいていいと思います。じゃあキャンプでは何が違うのっていうところです。ファミリーキャンプではいわゆる薪割りのような両手斧で振りかざしてですね、こうですね、パッカーンっていうようなイメージではございません。安全に薪をですね、こういった薪を割っていく、どちらかというともはや裂いていくような、裂けるチーズみたいな感じですね、裂いていくようなイメージの方が分かりやすいかな、伝わりやすいかなと思います。さらにファミリーキャンプではですね、これ今ちょうどいわゆるキャンプ用、これ薪ストーブも兼ねてますけど、キャンプ用でありそうな薪をちょっと用意してきました。これで1束ですね。すでに割られて乾燥した薪っていうのをキャンプでは買ってきます。また火がつきやすいようにこれをですね、細かく焚き付け用なんかでこういった細かく割っていくよっていうのがファミリーキャンプで登場する薪割りだと思っていただいていいと思います。さらに、これは本当に場所によるんですけれども、新潟のキャンプ場なんかだとなおさらなんですが、間伐材の針葉樹を、キャンプ場では販売していることがあります。森の維持のために間伐した針葉樹を使っていることがよくあります。また、専門店や場所によっては広葉樹だったりとか樹種が選べるようなお店がございます。比較的割りやすい薪っていうのが手に入りやすいですね。薪ストーブと焚き火はちょっと違いますよと。丸太を割るのがではなくて、こういったすでにあるものをさらに細かくしていくのがキャンプの薪割りだと思ってください。2つ目、この薪による違いをご説明します。大きく樹種2つに分けて考えていただいて、これはね、多分奈良だと思うんですけれども、店の方にあった薪でございます。広葉樹ですね。針葉樹、さっき言った間伐材でよくあります。軽くて火付きが良くて短時間でボーッと燃えるようなのが例えば杉ですね。一方で広葉樹はここが密になっていて重たいんですね。火付きっていうのは針葉樹に比べればつきにくいです。その代わり密なことによって長時間燃えていきます。で、硬いです。比較的硬くなります。針葉樹と広葉樹、2種類木がありますよと。どちらでやっていただいても構いませんけれども、初めての場合広葉樹、最初からこういうのに火つけるの、針葉樹もそうですけど無理ですんで、さっき言ったような細かい薪割りをして細かい焚き付けを用意していきましょうと。で、薪を見ていただいてですね、こう買ってきました、キャンプ場で手に入れました、あるいはホームセンターで手に入れましたという時に、薪ストーブ用のやつも多いと思うんですけど、こういった節があるものに関しては無理だと思っていただいていいと思います。割りやすいもの、よく割れるものというのはこうではなくて、こういうね、綺麗にまっすぐこっちですね、入っているものが相手になります。で、これ燃えにくいのもあるんで、節が入っていたり曲がっているもの、あるいは根っこの近くっていうのは繊維が複雑に入り組んでいるので、そういったものに当たっちゃったなという場合は、これは後からくべる用だと思っておいてください。最初はちょっとね、厄介なんでやめましょう。今回は安全というのが一つのポイントです。で、この辺の針葉樹、広葉樹、樹種による違いであったりとか、薪割りの詳しい内容を私たちも信頼しているファイアサイドホームページをぜひご覧ください。より深い情報が載っております。さあ、ということで、ファミリーキャンプ薪割り1、2、3、3番目、刃物が怖くなくなる安全ポイント。こういったこれはナイフですね。ナイフであるとかナタ、さらに斧、こういったものを最初初めての場合って手に取るの本当に怖いと思います。
持ち運んでもいいのかなっていうぐらい心配に、なる方もいっぱいいらっしゃると思います。そこでこういった刃物を安全に使うためのポイントっていうのをご紹介します。今日は初めての方向けということで、こんなような感じで用意しました。まずは私も今手につけてますけれども、グローブをしましょう。革のグローブで、刃物いざ万が一の時にも安全になります。またこういったささくれとかね、刺さったりとか、薪を割った時にパカーンといった時にも安心になります。2つ目、割るというより叩いて裂くイメージで今回はいきましょう。パッカーンと割るんではなくて、こういう感じですね。この後実演してみます。3つ目、刃物を振りかざさない。ナタ、斧、刃自体に自重があって触れてしまうもの、これもそうですね。触れちゃうやつに関しても振りかざさないっていうのが今日のテーマです。4つ目、刃先を宙に浮かさない。これは実際にやってみてですけれども、さっきと同じことですね。こうやって振って当てるんではなくて、刃先を宙に浮かさず、常に刃先は木にくっついた状態に今日はしていきます。で、5つ目、刃物叩いていって、ここまで来た時に刃こぼれします。石の上ではしないと。さあ、安全ポイントが分かったところで、実際に3種類の道具でやってみます。奈良でしたかね。実際に割ってみましょう。この後最後におまけで4つ目の道具も出てきますけれども、まずは、ブッシュクラフトでもおなじみモーラーナイフですね。続いてナタ。ちょっと手持ちで今日用意できたのが片刃だったので、刃がね片方だけこう切れてるようなまっすぐとですね。でこれ不適な道具、これ払うためのもともと道具なんですけれども、巻き割るときは両刃を用意してください。片刃でも割れることはできるっちゃできるんで、今日はこれでやってみようと思います。3番目、片手斧、ハチェットなんて呼ばれる斧を用意しました。おそらく巻き割りでね、最近買われる方多いのこの辺なのかなと思うので用意してきました。今日は初めてかつファミリー向けっていうのを、しつこいですけれども言いますね。なので、いわゆるバトニングであるとかひたすら叩いて割っていきます。じゃあ早速行ってみましょう。私もグローブをつけさせていただいて、で今下ね、これ丸太がございます。これスワニーのグローブですね。すでにキャンプ場で買ってきた薪ですということで、ブッシュクラフトサバイバル、これコンパニオンでもヘビーデューティーの方であればコンパニオンでもいいです。 3.2mm のハーツになっていて叩けますよと、こういうものがまずね存在するんですね。普通のナイフ、料理するようなナイフとちょっと違って木を割ることができるモデルもあります。でこれ刃割ったり刃の長さが 109mm って書いてあるんですけども、これさっき20センチ以上の薪は薪ストーブ用ので割るやつですよって言ったんですけど、刃より長いもの割れません。でどんな感じでやるか先に見せましょうか。はい、木を置きます。右手開けておいて、まず刃先当てていただいて刃浮かさないってやつですね。頭、刃が入ったらこっちを叩いていきます。今こうなってますね。このナイフ、モーラーナイフっていうのは細い薪を割るためのものなんですね。なのでこれは不適です。この後出てくる道具を使っていくと。じゃあどうなるの？これぐらいのものがガンガン割れていきます。これちょっと薪太いですね。こういう感じ。ここを叩いていくんですね。でこの先端叩くとよろしくないので、必ず背の方を打ちましょう。で最後パッカーンってならないようにですね、ちょっと角度が悪いですね。ここまで来たらもう裂いちゃってください。これ以上いくと下石ダメなんですけど、なんかに打ちつけちゃうとダメですんでよろしくないので、最後ね手で割っちゃうと、こんぐらいだったら全然いけますと。でこのモーラーナイフいいところはナイフですんで、この後ねなんかやろうと思ってもできます。1本あるとやっぱ便利なんですよ。で細かいのやるときに大きいの振り回す必要ないんで、焚き付けが作れます。これがモーラーナイフですね。このサバイバルのタイプはファイアスターターがついているモデルになります。でこれですね、もう単純に火花が出ますよと。ナチュラルな素材、日本だとなかなかやっぱ火つけるの難しいので、僕はこうやって麻紐結んでつかない時は麻紐使っちゃってます。これをねほぐしてやると一発でボーってつきます。モーラーナイフ、さすがにこのサイズっていうのは無理なんで、
でこっち壊れることあるので気をつけましょう。じゃあそこでもうちょっと太いもの割りたいよと。今日のテーマはね、こいつをから作っていかなきゃいけないので、この約10センチちょっとある薪を割っていくと。続いてのエントリー、ナタです。ナタに関しても基本ルール一緒です。当ててあげて、でここ叩いてもいいんですけど、こういうイメージですね。これなら今刃が入りましたね。安全と。でこいつも叩いていきます。木で叩いてあげてもいいですし、前に紹介したショックレスハンマーでもいいですし、バッコンバッコンいきますよね。で今飛んだじゃないですか。こういう感じでよそ見しちゃいけません。ごめんなさい、悪い例ね今の。で最初からこれ叩いてあげてもいいですよ。叩いていきます。効果わかる。できるだけこっちの方がね、こうするとだんだんこうなってくるんで、これね気をつけましょう。でこれ好みなんだけど、これを今回はやめましょうって話ですね。ハンマーで叩いて刃より下に手を置かないっていう感じがナタです。でこれ型番なんでちょっとね割りにくいんですけども、フェザースティックみたいなものを例えば作りたいと思うと、なかなか熟練の技が必要になるので楽しくなっちゃいますね。どうだろうか。こんな感じで使うこともできます。でこれは本当技量次第になります。じゃあナタでした。スパッとね簡単にやっぱいきましたね。でこいつは刃物の重さが自重がしっかりあるっていうのがやっぱ剣先と違って特徴なんで、こう振りたくなるんですけど、これやめましょう。刃と一緒に入れるときはもうあとねどうにでもなるんですけど、こういうことですね。簡単でやっぱナタってね便利ですね。さあじゃあ続きましてもう一個、ハチェット手オのですね。で値段もいろいろ出てますけれども、今回はちょっと9000円ぐらいのプランディ、これはイタリアのブランドですね。ファイアサイドさんが、出してるやつ、キャンプハチェットを用意しています。でナタとの違いっていうのは、単純に刃の長さ、これもねいろいろ種類ありますけど、ユニフェルムのやつでチビナタとかありますけれども、もう割るためにできていますよと。で刃の形状、こっち型番なんで参考にならないですけど、これがね各社あります。で基本的にはこうなったとハマグリってハマグリみたいな刃の形に刃先がなっています。で斧の場合はここでねさらにくさびみたいな効果が出てくると。背がものによってはちょっとしたペグぐらいなら打てちゃうようになっています。打っていきます。でこれもこうやるときは絶対手を置かないんだけど、今回はまずそもそもね、ちょっと今反則しましたね。こうね。でこの辺がやっぱりハチェットの限界ですね。限界っていうか両手使いたくなりますよね。ここの刃の長さ以上のものを切るときにやっぱ多少大変なんですよ。安全に刃先浮かさないで今入れましたよと。でこの瞬間にスポーンっていくのはダメですよ。こいつは硬い木だ。硬い。違う木いこう。さあまた薪を用意してですね、ルール同じです。刃先浮かさない。でこのままスコーンって割れて手切らないようにねまずして、刃先入ったらこれ後ろ叩くんであれば鉄のハンマーで叩くとこれハンマーももったいないし背もねどんどん傷ついちゃうんで、ショックレスハンマーで今回叩いていきます。モンベルっていう感じです。で今みたいに本当はしたくなかったんですけれども、パッカーンってね薪ってやっぱ割れてくるんですよ、この刃の形状で。なので周りの方離れているように安全にするようにというのが一つで、今回は本当は弾けさせたくもないのでもう一回いきましょう。こういきましょうかね。もう一回いきましょうかね。
ここの厚さがあるんで、やっぱね、ナタの方がパッカーンってパッカーンっていくのは少ないですね。ナタもう一回いきましょう。これ型場なんですけど、ってことですね。今片手斧やってみました。このハーツの違いで、ナタよりもハチェットだと巻きがパッカーンって飛んでいくというのがよく分かったと思います。さあ、最後にですね、もう1種類ご紹介しますね。おまけ。ファイアサイドから出ている、いわゆるキンクラですね。キンドリングクラッカー。でこれ薪ストーブ用がメインなんですけれども、こっちの写真のようにですね、上から薪を刺してハンマーで叩くっていう商品があります。でこれ結構重量のある鉄製でできているんですけれども、私たちイベントでよく使うのはこっちの方になります。圧倒的に速いですね。でこの商品については2つのサイズ展開が出ています。ちっちゃい方が一般的に多分皆さん、最初ねそっちかなって思う5000円ぐらいの値段の違いですね、思うと思うんですけれども、ちっちゃい方はこっちの写真にあるようにですね、薪、台の上に乗っけないと割れた先の出所を用意しないと、なかなか使えません。台が必須になります。40センチぐらいのね薪なんか使ってる時には。なので大きいサイズであると割れるところまでいけますんで、大きいサイズが、おすすめです。斧がこうあって、そこに向かってこうハンマーで叩いていくような商品ですね、イメージとしては。ということで、刃物を支える手がいらなくなるので、非常に安全に使うことができます。さあ、今、各種道具で薪を割ってみましたけれども、特に234というのが伝えたかったポイントです。割るというよりは叩いて裂くようなイメージ。あとは、振りかざさないこと、刃先を宙に浮かさないこと、常に木に密着させると。でもう一個ですね、刃よりも下に手を置かないこと。で振りかざした時にですね、円を描くので、気をつけると。足に刺さることが、ありえます。ありえますんで、そういったリスクを絶対犯さないっていうのが初めての時にも刃物、怖くなくなる安全ポイントになります。グローブも心強かったですね。薪を割れるようになると樹脂を選んだり、ブッシュクラフトに興味が湧いたり、さらなる楽しさ、世界広がっていきます。今回初めての薪割りというのにチャレンジしてみて、奥深い焚き火の世界へ、ぜひ遊びに行ってみてください。今日の内容は以上になります。また秋になったら、より深い話ができればなというふうに思っております。以上です。